急いで。待って、もう歩けないよ。もちろんです。いつもアニマルカー配送トラックの後を追いかけてるから道は知っています。私の追跡能力は誰にも負けません。追いかけていたらアニマルカーを一つ二つ落とさないかなって思ってティグたちもこっちに行ったのは間違いないにゃ。3人の足跡と独特の匂いがするにゃ。失敗した革命の匂い、とても甘いにゃ。あんまり期待しない方がいいっす。ん？いた！あの子たちだよ！隊長、これは無理だ。力じゃどうにもならないみたい。ベニー、俺たちの中で一番力持ちなのはお前だぞ。頭の悪いお前から力を取ったら他に何が残るって言うんだ。エルフ征服の夢がこんなところで台無しになっていいのか。妖精ども、じゃなかった。おお、心の友よ。よくぞ来てくれた。早く俺たちに手を貸してくれ。一緒に邪悪なエルフどもを倒そう。援軍が来た以上、俺たちの勝利は確実だ。誤解だっただろ。誤解が解ければみんな友達だ。違うか？どうしてそんなに単純で無知なの？英雄は勉強なんてしないからな。無知なのは当たり前だ。妖精の女王エルフィン、このルポ様の出番なのだ。何？お前が知っておくべき非常に重要な事実があるのだ。重要な事実？お前は今ものすごくお腹が空いているだろう。何せ妖精の村からここまでまともな食事をとっていないはず。それがどうしたっていうの？あの気高い妖精たちの変色癖のせいでこれまでとっても大変だっただろう。カバー！よく聞くがいい、妖精の女王。あのバリケードさえ越えればエルフの町にはケーキの自販機があるのだ。ケーキの自販機？反アニマル感染戦最高の策士、この話題の策略が成功したのだ。いけません。女王の品格を失わないでください。それがどうしたの？口を動かす前に手を動かしなさいよ。もっと力を込めろっていうの？なんということでしょう。バーが曲がっていく？女王様、ご無理はなさらずに。王権の力は筋力を意味するものではありません。私より力が
やはり強者は広く、世界は多いんだな。俺は俺より弱いやつの言うことは聞かない。何年もの間俺たちを阻んできたエルフの町のゲートが開いたんだ。このチャンスを逃すわけにいくか。そうだ、いつもこのゲートのせいで入るのに遠回りする羽目になった。ここが一番近いから。反アニマル艦戦線全員突撃。征服と略奪の時間だ。へへへへい。市長様、獣人たちがゲートを越えました。冗談のつもり？ちっとも笑えないぞ。冗談ではありません。監視カメラの映像をご覧ください。これはゲートをどうやって越えた？あいつらの力と能力じゃ絶対に越えられないはずだろ。獣人たちと妖精たち、いや、これは人間がエリアスに。市長様、どうしましょう。非常事態だ。モナティアムに警戒態勢を発令。人間どもがついに私たちを捕まえるために追いかけてきたんだ。市長様、あれはどうやら一人。人間は単独では弱い生き物です。きっとどこかに本拠地があるはず。まずは情報収集するのはいかがでしょうか。そうよ、エレナ。ちょっと興奮しすぎじゃない？あんなちょっと大きめの獣人みたいなやつのどこがヤバいっていうの？ろくに知りもしないくせに口を挟むな。私たちエルフが地球を侵略した時、人間どもは古代の弾丸武器だけでエルフたちを容赦なく屈服させた。そしてエルフを何十年もの間地下施設に閉じ込め、彼らの技術発展の肥やしとして利用したんだ。ねえ、この子の言ってることは真実なの？アメリア？今でもあのハンダ付けの匂いが指にこびりついて。何のことだかさっぱり。もう知らない。あなたたちの好きにしたら？私たちの計画だけは狂わないようにしっかりやってよね。なんで目の前にケーキがあるのに500円っていうのがないとケーキが出てこないってどういうことなの？心配いらないよ。前にこの町に来た時に覚えた方法があるんだ。何をする気？ほら、揺らして叩けばきっと何か出てくるはず。これがケーキ？自販機に書いてあったのと全然違うじゃない。もぐ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 。こう見えて案外いけるよ。来るたびにポケットいっぱいに持ち帰って家で食べてるんだ。それは当然問題ないさ。なぜなら俺たちは征服するためにここに来ているからな。戦争には犠牲がつきもの。この自販機は我々の票量を盗んでいたのだから処刑するのは当然のことなのだ。そうよ、獣人の村でもあなたたちが攻撃してこなければ全部話し合いで解決できたのに。もうこの頑固者たちとは話が通じる気がしないわ。私が動くしかないようね。どうして
こんな面倒なことをするのよ。おとぼけよせべ、決まってるじゃないか。戦わなければ強くなれないからだ。あそこ誰かが来てるの見てるっす。見つかっちゃった。エルフだ。こんにちは。私はローネと言います。エルフの町に初めて来られた方々のためのガイドです。怪しくないですよ、全然。獣人の方たちは私たちの町モナティアムに入ってこられるといつも道に迷うんです。だから町のガイド役の公務員をこのエリアに配置して安全にお返ししているんです。バカを言うな。これはみんなエルフの策略だ。ガイドを装って近づき、俺たち全員を始末するという邪悪な計画に違いない。腹黒いエルフのやつらなんて絶対に信用しないぞ。あなたって疑心暗鬼って病気にでもかかってるの？疑っているのですか？何か誤解があると思います。ほら見ろ、自ら認めたじゃないか。誤解がなければ友達だが、誤解があるなら敵だ。反アニマル感染船攻撃。こいつを捕虜にして情報を引き出すぞ。グロン、観察の邪魔。うるさいっす。ありがとうございます。獣人の皆さんはいつも熱意にあふれていてコミュニケーションが取りづらいんです。ちょうどよかった。このティグって子はとっとと村に送り返しちゃいましょう。目が覚めたらまた騒ぎを起こすかもしれないし。はあ、それなら私たちにお任せください。私たちのドローンが自動的にモナティアムの外までお連れします。はい。それがどんなものかご存知ないですか？はい、当然そうでしょうね。あなた、ローネって言ったっけ？はい、妖精の女王様。あれ？私が妖精の女王って知ってるの？それはとても有名な方なので知っていたんです。そうなの。私ってそんなに有名なんだ。そうですよ。そう、ケーキがお好きなんですよね。ほほう、これはエルフたちは私のことをよく勉強しているみたいね。そっか、前にエルフの代表にエイリアスの開発許可を出してあげたもんね。その時に私のことを知ったんでしょう。エルフは要求があるたびに私を褒めたたえる気のいい子たちね。はい、そうですね。何かおかしいっす。では女王の命令よ。今すぐモナティアムで最も優れた最高級レストランに案内しなさい。お腹が空いてるのよ。長いことちゃんとしたものを食べてないから。なんで腹が減ってはなんとやらって言うでしょ。あなたってほんと説教臭いわね。今じゃないと楽しめないものを無視しようとする教師
なんて嘆かわしいのかしら。散々げんこつされたもんね。そんなのもう通用しないわ。落ち着いてください。女王様がおっしゃることも一理あります。実は私もそろそろ限界です。何はともあれお腹を満たさないことには。ただエルフの料理には知力向上薬が入っているのかが気になります。それでしたら私についてきてください。私はガイドですから、いいレストランを知っています。最後の晩餐と呼ばれるほどの美味しい料理が出るお店ですよ。ヘンス。いや、なんでもないっす。異国情緒あふれるレストランね。ひそひそひそ。人間？あ、嘘でしょ。あれって人間じゃない。ねえねえ。見つからないように早く出よう。ほらほらほら。はいはいはい。人間って何ですか？あれれ、人間ってなんだろうな。ああ、人間。このままじゃバレちゃう。もう、そんなことはどうでもいいでしょ。早く注文を決めてよ。今この体はすぐにでも体重と同じ量だけの料理を口に入れないと世界を滅ぼしちゃいそうなの。ウェイター、この人間にはお水を一杯お願いね。エルフの町で一番のコース料理を食べてみてください。ガイドの私、おすすめのメニューですよ。料理が出てくるまでちょっと電話してきます。急ぎのようなので。もしもし。どうね、何をしているんだ？モナティアム管理局からの指令は人間から情報を聞き出すことであって食事を与えることではないはずだぞ。しかもあそこは民間のエリアじゃないか。申し訳ありません。正体がバレそうになったので適当にごまかしたんです。おかしいな。間違いなくエルフ随一のスパイ適性を持つ者が正体がバレるようなミスを犯すなんて。申し訳ありません。温かい食事を食べさせたら本業に集中しますので。ひとまずはお前を信じよう。モナティアムの適正検査機がエラーを起こすことはないだろうし、何かお前なりの考えがあるんだろう。速やかに人間に対処するために速やかに市長殿に報告すべき情報を洗い出さなければならない。我々鎮圧班が素早く動いてこそモナティアムの秩序が保たれることを肝に銘じてくれ。どうすればいいの？口数の少ない妖精さん、どうかされましたか？料理がお気に召しませんでした？あんた怪しいっす。どこがですか？じゃなくて、嘘をつくとき言葉がどもる。私は
もともとそそっかしくて、よく言葉がともるんです。へへへ。まあ、とにかく早く戻るっす。中で騒ぎになってるっす。これは何？ここがエルフの最高級レストランですって？さっき自販機から出てきたやつと同じじゃない！ええ、そうですよ。ここは化学調味料をたくさん使って、よりいろいろな味のブロックを提供するお店ですから。なんですって？あなた、ふざけてるの？ですが、エルフたちはもともとこうやって食事をとっているので。思ってない。この言葉は真実っす。妖精王国以外にはまともな食事がないのよ。食の基本も知らない野蛮なやつらめ。異邦人は口を挟まないで。砂糖に小麦粉、カカオ、蜜、ジャム、すべて夢だったの。もう甘いというのがどんな味なんだかも覚えてない。女王様、早くエルフの市長に会いましょう。私たちのパンやケーキを取り戻すには、この砂糖が独占されている事態を解決しなければなりません。とりあえずエルフの料理に薬は入っていないようですが。そうよ。ねえガイド。はい。市長のいる場所に私たちを案内しなさい。はい、わかりました。ところで、どのようなご用件で市長様に会いに来られたんですか？砂糖とアニマル缶？そして獣人たちには大量のアニマル缶を送りつけて、コミーたちをお腹いっぱいにしたにゃ。それが。待ってください。私は悪役側？そういうことだったんですか？違うんです。何でもありません。じゃなくて、変です。この人間は何か違います。どうしてこんなに親切なんですか？実は私、嘘をついていたんです。私、あなたが人間だってことを知っていたんです。人間さんはどうやってこの世界に来られたんですか？古代の弾丸武器。それは前に会ったことがあるからです。一緒にボードゲームをしたんです。思ってる。嘘っす。私は人間が収容所、ハンダ付け、
半導体の組み立てコイン鉱山。近寄らないで。頭が痛い。記憶をロックして。これはローネはスパイなんです。ローネはスパイなのに、人間から情報を引き出そうとすればするほどかえって人間に情報を提供している。私のスパイ能力に問題はありません。モナティアムトップクラスの AI システムによる適正検査の結果に間違いがあるわけない。けれど今わかりました。私に問題があるのではなく、人間が問題なのです。人間があまりにも邪悪で、私のスパイ能力を逆に利用しているのです。ほら、そうやって嘘をつくときにどもるのを真似しているじゃないですか。鎮圧班へ。現在をもって本エージェントは情報作戦を放棄。作戦エリア離脱のため待機班の支援を要請します。突然何なの？夜中に喧嘩する猫の鳴き声みたいなのがあっちこっちから聞こえる。耳が痛くなるほどです。まずいです。どうしましょう。エルフが作ったゴーレムたちに囲まれてしまいました。人間よ、おとなしく我々の最優秀エージェントを引き渡すんだ。鎮圧班カンナ隊長、助けに来てくださったんですね。エージェントの引き渡しに応じなければ全員射殺するぞ。何を。そうだった、スパイは消耗品なんですよね。また騒動が起きた。ティグが問題なんじゃなかったの？早く私をおとなしく引き渡してください。レーザー武器は当たるととっても痛い思いをしますよ。人間と思ってる。嘘っすね。ローネは人間に乾杯し、同族に裏切られるんですか？スパイの末路とはこういうものなんですね。出ることないでしょ、嫌な感じ。やっぱり人間は暴力的です。獣人たちとの圧力、エルフたちとの圧力、もしかするとこれが教師の宿命、あるいは実は教師様ご自身が望んでいること。この混沌とした時代には結局武力と暴力だけが答えなのでしょうか。考えてみれば、あなたが行く先ではいつも争いや対立が起きてるよね。あなたは暴力の使徒。それはそうだけど、他人のせいにしちゃった方が楽よね。違うもん、証拠ならあるもん。思ってる。嘘？あの銃のことよ。最初からあの銃とかいうへんてこりんなもので全ての問題が片付けられたはずでしょ。先制攻撃を許すとは時間をかけすぎたか。弾が出た。この最
私たちが地球から逃げ出して以来、この古代の弾丸武器がここまで発達するなんて、人間は本当に恐ろしい種族です。人間、銃を捨てた。もう私のものっす。収集。ククク。漁師様の剣能、なんと強大でしょう。一体何がどうなってるのよ。人間はやはり人間か。エレナ？ちょっとエレナ！私たちは争いに来たわけじゃないわ。話があるから今すぐ出てきなさい。妖精の女王エルフィン、人間と手を組んで撃って出てきたというのか。いくら我々が君たちへの食料供給を遮断したとはいえ、いささかやりすぎだろう。砂糖の供給を止めたのはあなただったの？君はバカか？何を急に悪口を言うなんて。我々は砂糖を独占して流通を遮断しただけじゃない。君たちの王国周辺の土地をこっそりテラフォーミングしていたんだ。テラ、何？周辺の耕作地の養分を取り除いて徐々に食料が栽培できないようにしていたということだ。そうすることで他の土地に移住するよう仕向けてきたが、愚かなことに土地を捨てる考えには至らなかったようだな。毎日ケーキやらパンやら砂糖中心の食生活になっていたから、食料全体の収穫量が減ってきていることに気がつかなかったのか。妖精たちの知力が獣人たちと同レベルであるということに考えが至らなかった。私の計算ミスか？なんですって。それならどうして獣人たちにちょっかいを出したの？どうして妖精がアニマル缶を送ったように見せかけたのよ。当然それも君たちを追い払うための策略さ。我々が直接手を下さずとも互いに争ってくれれば、負けた方は土地を去ることになるだろう。残った方だって戦いでボロボロだ。そうなれば楽に追い払えるというわけだ。はあ、それは本気で言っているのかい？獣人たちがそれを食べて賢くなるなら結構なことじゃないか。基本的な知能自体が低いから、いくら掛け算で知能を上げようとしても結局はモナティアムでゴミ箱を漁るくらいが関の山なんだ。私がこれまで獣人の村との境にどれだけの清掃ドローンを配置したと思う？なんでそんなことしたの？私たちは今まで平和に暮らしてきたじゃない。平和？そんなものに興味はない。君たちを世界樹の周辺から追い払い、研究拠点を設置しなければならなかった。この地に落ちて孤立した我々が再び故郷の次元に戻れるように、世界樹を切り倒してその魔力を分析する必要があったんだ。世界樹を切り倒したなんて神への冒涜です。まさにそういう態度だから言葉での説得を諦めたんだ。そうやってただのコッパを神扱いしているからな。ちょっと待って、あなた世界中に何をしようとしていたの？これは誰の声？そのために協力していたんじゃないのか？何の冗談よ。そんなことに同意した覚えはないわ。市長様、まだマイクが入ったままですよ。なんで？どういう状況だ？視聴者管理部？もしもし？命令はないでありますか？
どうしよう。命令がないとどうすればいいかわからないのでありますが。私たちに聞かないでよ。とりあえず戦わなければいけないのかな。やっぱりそうなりますか。全員聞いたな。街中にアラートを発し、ドローンを全て出動させろ。奴らを捕まえるんだ。私のものっす。使うと消耗、価値暴落。どこへ行っても群がってくる。自動化工場で量産されているので延々と生産されてくるんです。このスパイ女まだついてきてたの。私はもうスパイじゃありません。じゃあ何よ。私は捨てられたスパイなんです。それってスパイとどう違うわけ？よくわからないです。ただ行くところがないのでついてきました。人間の味方にはなれません。人間は私たちエルフを工場の奴隷にしたんです。エレナさんの次元脱出計画がなかったら今でも電気自動車とかグラフィックボードとかを作っていたかもしれないんです。それは地球を征服しようとしたんです。スパイが苦い真実を告発するのは運命なのでしょうか。私たちエルフは本来征服を繰り返す宇宙の高等種族なんです。植民地を建設して資源を抽出し土着民族をペットにするんです。クズじゃない。言われてみればあなた方が妖精たちや獣人たちにしたことと似ていますね。世界中から資源を抽出して獣人たちをアニマル間で支配しようとしたことが似ていますか。私たちエルフの本能のようなものでしょうか。目標の惑星が決まったらそこで最も強い勢力と戦って機戦を制するのが私たちの戦略なんです。私たちは50の星の加護を受ける。人間の王国に攻め込んでしまった。我々の AI コンピューターシステムを麻痺させる悪質なウィンドプログラムを仕込まれたために惨敗し、みんな工場に連れて行かれました。週5日毎日8時間の労働がどんなに大変かお分かりですか。そんな過当な単純作業は本来ロボットにやらせるべきなんですよ。でも昼食に出るとんかつは美味しかったです。だからモナティアム75番地の商店街1階にとんかつ屋さんがあるんです。ねえ、よくわからない昔話はそこまでにして。これからどうするの？とんかつってなんだろう。後で食べられるかな。モナティアムから出ることもできないし、せいぜい路地の隅っこに隠れているのが精一杯。実際逃げるのは得策ではありません。エレナの計画を阻止しなければ。エレナが妖精王国と獣人たちをどうするつもりなのか全て聞きましたよね。もう少し言い方ってものがあるでしょ。私たちが小さいからってバカにしてない？私たちにだって私たちなりの深刻な問題があるんだから。
どうしよったら反乱のことはもう忘れちゃったの？ああ、やれやれ。やっぱりあたいしかいないのだ。狡猾なエルフどもの本性を見抜けずに踊らされて窮地に陥った愚かな民衆のごとし、いいエルフは週末農場で昼寝をするエルフだけだってことに今さら気づいたのか？反アニマル艦戦線じゃない。これからは反アニマル艦革命戦線だ。フェスタ？フェスタは時代遅れの廃物ロッカーなんです。怪物ってそれは言い過ぎだろ。怪物か。怪物みたいな五感で強そうだな。よし、これからお前は反アニマル艦革命戦線の怪物だ。こいつ捕まっているところを助けてやったのに怪物とはなんだ。おいらは自由のために戦う自由戦士だ。激しい戦闘の末に気絶したあたいらは細かいところは適宜変更されるものなの。上げ足を取るのはやめるのだ。とにかくあたいらはドローンに引きずられてゲートの外に追い出されそうになっていたのだ。怖かったね。あのゲートをどうやって通ったのかすっかり忘れちゃって。再入国するのはものすごく大変だったんですよ。もはやこれまでかと思った瞬間、このエルフに助けられた。あの凶悪そうなハンマーでドローンをぶっ壊して俺たちを救ってくれたんだ。ハンマーじゃなくてギターだから。エルピフォン350周年の限定モデルだぞ。オイラは自由人だ。抑圧されている者たちを見るのが我慢できない。いつの日かこの社会の規律を打ち砕き、前衛芸術の真意を実行するために行動する怪物だ。その呼び方はやめろよ。助けてみたらこいつらとは気が合ってね。そもそもオイラはエレナのやり方が気に入らなかったんだ。どうしてそんなことが言えるんですか？ヘレナさんがいなければ私たちは地球で。それはそれだバカ。お前は命の恩人が奴隷になったら自分も奴隷になるのか？まあもう奴隷になっちまったんだがな。モナティアムの市民になるってのはそういうことだ。だからオイラは隠れて暮らしながら自由のための革命を準備していたんだ。単なるホームレスじゃないですか。隠れてなんかいませんよ。モナティアムの中央モノレール駅でいつも物乞いしているのを見かけます。人の往来が一番多い場所を手放すわけにはいかなかった。底辺ってのはもともとシビアなんだ。もともとは無理だと思っていたから空想上の考えだったけど、今なら何でもできる。少なくとも一人じゃない。今は4人だから。反アニマル艦革命戦線の全員が揃えば視聴者の壁に落書きをしてバンドも組める。廃物ロッカー理論そのもの。情けないことこの上ないですね。ホームレスとは本当に相入れませんね。正直ちょっとすごい登場の仕方だったから期待しちゃったけど、世間への不満だらけのただのホームレスじゃない。エルフといってもみんなが賢いわけじゃないみたいね。
怪物のアイディアはこれからなのだ。怪物って呼び方はやめろって言ってるだろ。今空腹で力が弱まった妖精たちとアニマル館に夢中な獣人たちでは全力を尽くしてもエルフには勝てないのだ。でもいくらヘビだって頭を潰されたら餌を食べられないだろ。シュノーブ攻撃、それしかないのだ。頭がなくなったヘビは空腹で勝手に倒れるだろう。その湧き立つ闘志を戦闘に集中させるのだ。なんとなくだけどルポの言う通りな気がする。私たちがエレナを捕まえればエルフたちは私たちをどうすることもできないんじゃない？確かにそうですね。意外ですね。その考え方は悪くないような。反アニマル感革命戦線は廃物を先頭に視聴者近くで周囲の注意を引きつける。その間に残りのやつらで視聴者に乗り込んで市長のエレナを捕まえれば勝利は自然と与えらのものになるのだ。それしか方法はないようですね。エレナを言葉で説得するのは無理みたいだし、あなたもあいつが何を企んでるか全部聞いたでしょ。でも同族を裏切るなんて。できます。もしかしたらスパイをやめるいい機会かもしれません。合格されて退職したらモナディアムの通りのどこかでチキン屋を開くのも悪くないのでは？教師様の権能が宿ったその自由を使えば大きな助力になると思います。いやっす。それにこれは銃じゃないっす。ここに書いてあるっす。髪の毛。人間髪の毛が欲しいっす。借用証書。一部がすぐ全部に。早くよこすっす。次はもっと大きなものを要求するっす。私のものっす。私の。ああ、もう何をうだうだやってるのよ。痛いっす。私にはげんこつするくせにどうして他の子にはダメなの？私にだけは何をしてもいいと思ってるってこと？はい、これココオタかなんだか知らないけどなくさないようにちゃんと持ってなさい。もうね。ココっす。その方がかわいい。名前をつけた瞬間存在の重みが増す。価値が爆上がりっす。エルフすごく多いっす。エイリアスに落ちたエルフたちは衰退していく種族なんです。ドローンのせいで頭数が多く見えるんですよ。
ださい。鎮圧班のカンナ隊長です。カンナ隊長はエルフの中でも一番凛々しい方なんです。素手でゲームセンターを壊滅させる人です。エイリアスに落ちてからはまともに戦闘と呼べるものがなかったので、地球侵略の時も私は下っ端の清掃員だったので、戦闘の過程とかはよくわからないんですけど、でもカンナ隊長が名ばかりの隊長じゃないことは知っています。単独でヘルメットもアーマーもつけずに私服で活動されているんです。一種の自信の表れと言えばいいでしょうか。強ければ強いほど外見には気を使わないものです。合図を送ればいいっす。合図を送ったっす。それを最初に言わない人間が悪いっす。周囲に奴らがいるはずだ。みんな警戒して捜索を始めろ。これを読もう。ルポが作戦開始前に手紙をくれたの。ピンチになったらこれを読めって。女王 A、 この作戦は急遽決定した作戦なので不安も多いだろう。しかし合図を送ったからには心を強く持って待機すること。反アニマル艦革命戦線はこれまで一度も失敗したことがない。いや、反アニマル艦戦線は失敗したけど、反アニマル艦革命戦線はできたばかりの組織だからまだ無敗の組織よ。トレンドを無視する実験音楽ロックンローラーだ。みんな気をつけて、鼓膜が破れそう。優れた聴力を持つエルフたちは高音が弱点だ。怪物がゲリラライブを開けば彼らはパニックに陥るだろう。何事だ。東側の防衛線は何をしている。気を失ったのか。獣人だ。獣人どもが視聴者の分別したゴミをぐちゃぐちゃにしてる。せっかく分別しておいたペットボトルのラベルを貼り直してる。ルールに厳しいエルフたちは混乱に耐えられない。彼らが秘匿しているゴミ捨て場を散らかせば、それらに気を取られたやつらはきっと海が割れるように人員を割くだろう。早く制圧しろ。何をしているんだ。カンナ隊長、支援要請を。くそ、陽動作戦か。最小限の人数だけ残し両サイドに応援をくれ。そのようね。口先だけのやつかと思っていたけど、ルポは本当に賢かったってこと？ 10 分だけだ。あたいらも捕まりたくはないから見つかったらすぐ逃げるつもりだ。それではグッドラック。時間がありません。10分以内に視聴者へ侵入しなければ。状況報告を。鎮圧完了か。おい、そこだお前ら。ここに開いた2つの目があるのに見逃してもらえると思ったのか。返事している暇はない。道を開けなさい。バカにするなこいつ。視聴者のドアが開かない。つまりロックされているということ。
当にバカバカしいモナティアムの防衛力を何だと思っている。こんなくだらない作戦が通用すると思ったのか。鎮圧班集合。銃を使って。あの時ドローンを撃ち落とした古代の弾丸武器か。撃てるものなら撃ってみろ。モナティアム鎮圧班は脅しに屈したりしない。撃て、早く撃っちゃって。そうです。皆週末農場に行くだけなのですから。週末農場に行く前に戦利品を収集する時間はあるっすか。仕方がないですね。モナティアム情報部の見捨てられた悲運のスパイローネがお手伝いします。スパイとしての運命に直面する時が来ましたね。隊長さん、こいつらに捕まりました。助けてください。結局裏切るの？エージェントローネ、スパイの末路がどういうものか分かっているな。本来スパイは正体が露呈したならばその時点で全てを諦めねばならないのだ。カンナ隊長、ウィンクウィンク。何をしているんだ。助けてください、お願いです。ウィンクウィンク。作戦なのか。わざと捕まり人質を装って情報部の極秘指令、計画の一部。我らがエルフ最高のスパイなら。ウィンク撤退だ。撤退だ。全員交代しろ。やはりモナティアム最高のスパイだ。何か計画があるに違いない。うるさい、これは命令だ。撤退しろ。ふう、よかった、うまくいきました。痛いじゃないですか。何をするんですか。あなた、今裏切ろうとして運よく全員が逃げられたから態度を変えたんでしょ。常識的に考えてそんなことできると思いますか。鎮圧犯を欺いたんですよ。欺いた？何かしらの極秘任務を遂行中と知らせるような偽の合図を送ったんです。これでもスパイ適正最高スコアで情報部に入った首席エージェントなので信じちゃったみたいです。卒業成績は最下位でしたけど。 PS、 エルフたちのシステム自体が彼らの弱点なのだ。まだ内容が残っていたからそれを最後まで読んだだけなのに。空いたっす。盗品収集は時と場所を選ばないっす。これくらいのスキルは必須。鎮圧犯に気づかれる前に早く中に入りましょう。下に参ります。エレナさんは地下研究施設にいるはずです。あの立派なモナティアム視聴者が
地上と地下を合わせてもたった3階建てなんて。大したことないわね。私の宮殿は5階建てだもん。エレナさんの研究室は極秘施設なんですよ。エレベーターに堂々と秘密の階に行くボタンがあると思いますか？ボタンでコマンド入力が必要なんです。まずは緊急通報ボタンを押して、上上下下開閉開閉 B11 B11 こうやって押せば地下23階まで行けます。バカなこと言わないで。地下23階まで掘り進めたってこと？エイリアスの開発許可を出した時、そんな事項は書いてなかったはず。土をあんなに深く地下に掘り進めたということは、契約書の抜け穴を利用したのですね。モナティアムの開発にあたって制限したのは地上の面積だけで、空中や地下部分については明記していませんから。ちょっと待って。ということは、まさか魔女たちの住む場所まで掘り進んだってこと？私たち妖精の遠い親戚のような種族です。世界樹の幹と枝葉のある地上に住んでいる私たちが妖精であるとしたら、地下の根元のところに住んでいるのが魔女たちです。邪悪なのは合っているわ。魔女たちには邪悪な習性があるんだから。魔女たちはなんとじゃがいもを食べるのよ。なんかリアクションが薄くない？やっぱりもっと詳しく言わないと恐ろしさが伝わらないでしょうか。あなたよく理解できていないようね。魔女たちはさつまいもも食べるんだから。想像しただけで恐ろしい。なぜ理解できないの？もしかしてピザの耳にさつまいもペーストが包まれてても気にならないってこと？まさかあなたパイナップルをトッピングしたハワイアンピザが好きなんて言うんじゃないでしょうね。そうなの？それならよかった。やむを得ない場合は仕方ありません。私たちが飢えた時に羊羹を食べるのと同じですね。王国を取り戻したら異端審問所を設けてパイナップルをトッピングしたハワイアンピザを全て焼き払うのです。付き合っていられません。このままでは王国を取り戻しても後に内戦が起こることは目に見えています。取り消せよ。今の言葉取り消しなさいよ。重要も重要、超重要事項よ。妖精王国ではパイナップルのトッピング、ミントとチョコの組み合わせは古くから対立の要因なの。それは良かったです。後々それに関連した大規模な掃討作戦を実施する計画を立てていたのです。パイナップルそのものとピザにトッピングとして乗せることには明確な違いがあります。トッピングは神聖なものに対する冒涜です。宗教改革ですか？なんて急進的な。すぐにその発言を撤回してください。教師様は想像以上に前のめりになる方ですか？地下23階です。
23階。明かりもほとんど消えてるし、ここは一体本当にエレナはここにいるの？モナティアムに入った時からずっと私たちを見ていたということですか？エルフの監視力、参考になるものがありそうです。その時から私がついてきているので当然じゃないですか？よくここまで来られたな。エレナ、さっさと出てきなさい。周囲にはこの衛兵もいないわ。さあ降伏しろ。世界樹を切り倒すという歪んだ欲望は捨てて悔い改めてください。君たちには理解できまい。原始的な文明を征服しに行って破れて逃げ込んだ世界がもっと原始的な場所だったというこの絶望感。初めてこの地に降り立った時、ほうきとちりとりで掃除をしなければならなかった屈辱が君たちにわかるか？そんなこともできないの？両手両足はもともと使うものでしょ。変な泣き言を言わないで。それは単なる怠け者じゃない。人間、君なら理解できるだろう。現代に生きていたのに中世に近い場所に落とされたんだからな。君も故郷に帰りたくないのか？スマホ、パソコン、テレビ、そういったものが恋しくならないか？火一つを起こすにも摩擦熱が必要で、枝や火打ち石を使わなければならないし、ラーメン一つ食べようにも家の前にコンビニがないどころか、農作業から始めて半年以上待ち、小麦粉から作らなければならない。やっとできた手打ち麺を茹でたら麺一本が手首ほどの太さになっていた時の失望感が君たちにわかるのか？全然わからないんだけど。あなたはどういうことかわかる？私たちは最初から故郷に帰ることだけを夢見てきた。だから研究し、そしてまた研究した。でもいくら研究しても出てくる答えは一つしかなかった。私たちが故郷に帰る方法、それは世界樹の魔力を利用するしかないということだ。科学的には説明できない魔力、魔法、それを利用して次元ドアを開けば正常な次元に戻れると。それでも世界樹を切り倒すというのは受け入れられるものではありません。もしかしたら手伝ってあげられるかも。女王様、何をおっしゃっているのですか？世界樹を切り倒す手伝いをするというわけじゃなくて、魔力が必要なら私たちが手伝えばいいんじゃない？私たちは生まれながらにして魔力を持っているんだから。そうですね。最初から素直に話してくれればこんなことにはならなかったんじゃない？市長様、言葉に詰まって急に表情が険しくなっておられます。どうしてこんな簡単なことに気づかなかったんだろうとお考えでしょうか？うるさい、私は間違ってないんだ。ちょっとエレナ、おふざけもここまでにしてさっさと出てきなさいよ。まずは自分がしたことを謝って。もうそうするには遅すぎるんだ。自分がやったことを取り消して謝罪するのは私のプライドが許さないからな。なんでそうなるの？いずれにしても目標達成は目前だった。妖精の女王は王国を捨てて逃げ出し、囚人どもはアニマル館に夢中になった。ここで君たちを排除すれば全てをクールに忘れ去り、
世界樹を切り倒して故郷に帰ることができる。やっぱりクズだった。もったいないじゃないか。この日のために準備した自動化感情注視者脱穀機 MEOW のエンジン音。なんなのあれ、なんか家みたいなものが動いてる。起動完了。エレナ様、攻撃命令コードを入力してください。グッバイワールド。私たち全員を農場送りにするつもりよ。さすが市長様、最初から必殺技を使うなんて絶妙に幼稚でとても賢明な判断です。君たち魔法使いどもとの戦闘は何十万何百万回もシミュレーションしてきたからな。一触即滅。君たちには夢も希望もないのだ。ここには隠れる場所もないし、出ていくこともできない。どうしよう。教師を生贄に捧げて交渉できないかな。大事な時にしか使えないあれを今使うっていうの？そうはいかないわ。ここ落とした？コレクションがコレクションを落とすなんて情けないコレクションっす。エルフたちはあなたたちがモナティアムに来た時見ていたかもしれないけれど、私はあなたたちを最初から見ていたの。こんな危険なものを使わせるわけにはいかないわ。誰ですか？濃厚なじゃがいもとさつまいもの匂いがする。知らないのも当然よね。そういう計画なんだから。この私こそが最後の勝者になるということだけは知っておいてちょうだい。おお、フリックル、助けてくれてありがとう。初めて聞く名前ね。どこかで聞いたことがあるような。記憶の片隅に。エレナ、あなたね。私がどうした？わざわざ正体を隠していたのに、いきなり名前を呼んでどうするのよ。え？なんで？どうせ電話帳とか住民基本台帳みたいなのには名前が載っているんだろう？ここエイリアスはあなたたちの故郷のような独裁主義のディストピアじゃないの。エルフってほんと信用できない種族ね。信用できないだって？共謀者である仲間に対してそれは言い過ぎだ。そもそも世界樹を解体するなんて企みを聞いた時点で手を切るべきだったわ。あれはちょっとした行き違いの末に劇的な和解が成立したじゃないか。劇的な和解ってどういう和解よ。世界樹がなくなればこの世界も終わりなのよ。しまった、興奮して口が滑った。私たちエルフはどうせ次元移動してここを去るからこの世界の安寧に興味はない。そういうのは残った連中が何とかしてくれるだろう。最後まで話を聞きなさいよ。電力システムの一部損失。自動修復中です。一体何をした？裏切る気かフリックル。裏切る気も何もないわよ。私はエイリアスを征服したいだけで、
滅ぼしたいわけじゃないの。あなたみたいな自己中とは二度と組まないわ。あなたはもう用済みよ。くそ、後で裏切ろうと思っていたのに先を越されてしまった。腹立たしいな。私たちに裏切られた者たちも同じ気分だったのでしょうか、市長様。それはあいつらの事情だから私の知ったことじゃない。アメリア、マイクは必要な時だけオンにしろっていつも言ってるじゃないか。オプション設定からタップトゥーミュート機能をオンにしてください、市長様。話すたびに押すのがめんどくさい。音声自動感知モードとか開発すればいいじゃないか。早く武器とか発射しろ MEOW。 武器システム損失。自動修復中です。ナノマシンさえあればこんなダメージなんて何でもないのに。くそ。今なら戦ってみるのもありだと思います。 MEOW の武器システムが故障して弱っている状態です。MEOW の走行はあまりにも頑丈です。魔法なんかで突破できると思わないでくれ。アルミホイルコーティングを施した装甲は魔力を乱す性質があるから魔法はほぼ無効だ。私も知らない。魔法じゃなければ。魔法ではなく剣の力であれば突破可能だということだ。逃げ出したんじゃなかったの？エルフの狩猟を倒せばエルフの町も俺たちのものだ。反アニマル感覚名戦線が新たな支配者になるのだ。隊長、お腹すいた。家に帰ってもいいですか？主人公はいつだって最後に登場するものだ。なんだこのゴミ拾いどもは。喧嘩に剣を持ち出してくるなんて狂気の沙汰だ。哀れなやつらめ。剣は重要じゃない。大事なのは剣を振るう者が誰かということだ。何を。MEOW が破壊された。あの子本当に強いんだね。頭が悪くて変な疑心暗鬼の病気があるのが問題だけど。反アニマル間革命戦線、エルフの狩猟は倒れた。自由だ。略奪の時間だ。モナティアムを略奪しに行くぜ。今回新たに登場した56インチテレビはオイラのものだ。エレナ、今すぐ降参しなさい。あと少し改造できていれば勝てたのに。せめて脱出ポットを一つでも作っておけば。今少し時間と予算をもらえていれば。私が失敗するなんてありえないことが起きてしまった。ここまでよ。どれだけ私を恥ずかしめるつもりだ。さっさと殺せ。なんで殴るんだ。市長様の頭を叩かないでください。脳細胞の一つ一つが大切な方なのです。殴るなら腹にしてください。みん
な自分の言いたいことしか言わないし、周りの話を聞こうともしない。エレナ、よく聞いて。あなたが悪事を企んで私たちを攻撃してきたことは事実だけど、あなたたちエルフの故郷に帰りたいという強い思いもわかる。無理やり故郷を追放されるなんて今の私みたい。それで手伝ってあげる。本気ですか、女王様。女王様、何をお考えですか？本気よ。そもそもエルフたちが望んできたわけじゃないでしょ。世界中を研究すれば故郷に帰れるのなら手伝えないこともない。私がやらかしたというのに。免罪符を与えるという意味じゃないからね。正直に謝罪して私たちが手伝う代わりにあなたたちも故郷に帰るまではエイリアスの住民と仲良く付き合うこと。それは私にもわからない。でもこれでいいような気がするんだ。エルフに復讐するのは何か違う気がするの。おっと何よ、アニマル館なんてモナティアムに来てから一度も見てないわ。ドーピングもしていないのにそんなぬくもりのある聡明なお言葉が出てくるとは。このネル、あまりの感動で自分でもどうしていいかわかりません。エル、あなたさりげなく私をバカにしてるでしょ。それではもう終わりですか？ついにスパイ失格だ。同族を裏切ったんだから降格させられて、また適正検査を受けてチキン屋にでも。一体何を言っているのです？裏切りはスパイの基本です。優れた実力を証明したのですから、諜報部に残れるように私が手を貸してあげましょう。アメリア、私は妖精の女王についていって周囲の種族に謝ってくる。この間私の代わりにモナティアムを頼むよ。市長様、本当に大丈夫ですか？市長様のいないモナティアムなんて想像もできません。それさえすれば世界樹の魔力を堂々と研究できる。同族のためにやらなきゃいけないことなんだ。植民地化しない土地の先住民とは摩擦はない方がいいかも。市長様、市長様はどうしてこれほど高貴な方なのでしょうか？ねえねえ、ちょっと感動ショーをやってる場合、早く旅に出る準備をしなさいよ。何が？私ですか？全然全く羨ましくない。褒めてくれないし、いつも意地悪するし、罰を与えてくるネルとは全然比べ物にならないでしょ。思ってる。嘘っす。うるさいわね。女王様を褒めすぎたでしょうか？ああ、それならもう考えてあるわ。とりあえずディアナのところに戻りましょう。待って、あれはなんでもないっす。ほら、教授、早
しなきゃいけないことは一つや二つじゃないんだから。本当に全てエレナさんが仕組んだのかい？そうよ。まあ聞いたこともない魔女が一人紛れ込んでいたけど、あまり気にしなくていいと思う。教師様、まずは女王様が一つのことに集中できるようにしてください。またあれこれ気にするようになると知力が下がるかもしれませんよ。それでエレナが正式に謝罪するということだから受け入れてあげてほしいの、ディアナ。エレナさん自ら来られたんですか？ここに。あまりにも非人道的なお姿ではありませんかね。これくらいの姿を見せないと他の人から見て反省しているように見えないでしょ。みんなが同意したからこうやって連れてきたの。よく聞こえない。さあエレナ、よく吠えじゃなくて謝りなさい。さあ。誠に申し訳ございませんでした。アニマル缶を配布して獣人の方々に混乱を招いたこと深く反省しております。まあ薬が入ってることを除けば実は好んでいた子も多かったんだけどね。実のところそこまで大きな被害はなかったんですよ。むしろアニマル缶を見てティグたちが暴れ回った被害の方が大きかったくらいですから。さあどこへ行ったのでしょうね。あまりに自由奔放ないたずらっ子たちなのでね。1から10まで相手にしていると疲れるので放っておいてるんですよ。さて獣人側への謝罪はこれで終わったから妖精王国へ行きましょう。そうやってずっと引きずっていくつもりですか？当然よ。無邪気な性格かと思っておりましたが、冷酷な時は冷酷なんですね。今後は女王様の目を気にする必要がありそうですね。火の打ちどころのない軍師のお姿ではないでしょうか。感激するばかりです。おや、バターかい？一体どうしたの？もしかしてまたティグが面倒を起こしたとか？獣人の村長も大変だね。ベルフィン女王もいたんですね。よかった。ティグじゃないんです。妖精王国が大騒ぎになってます。火事だって言われて見に行ったら燃えていたのが我が家だったみたいなね。もともと出発する時から燃えていたのですが。火事じゃなくて妖精たちが王国